にょっす、ずんだもんなのだ。今日は新しいアカウントをレベル1からマックスまでダークブレードだけで攻略していくのだ。何を言ってるのかって？僕も何を言ってるのかわからないのだ。ルールはマスタリーを上げていいのはダークブレードのみ。実は食べていいけどダークブレード以外で敵を倒してはいけない。僕のメインアカウントとトレードしてはいけない。ファイティングスタイルを購入してはいけない。以上なのだ。それとレベル上げを効率化するためダークブレードの他に EXP ブーストも使用していくのだ。目標はブーストが切れる前にサード C 到達なのだ。相当長い戦いになりそうなのだ。これは気合を入れてプレイしなきゃいけないのだ。それじゃあ早速レベル上げしていくのだ。レベルが50になればジャンブルでフルーツガチャができるから、まずはレベル50を目指していくのだ。もしロギア系のフルーツかバラバラフルーツを入手できればファースト C が相当楽になるのだ。特にアイスフルーツは海の上を歩けるようになるからぜひとも入手したいのだ。ライトフルーツは通常プレイだったらファースト C 最適のフルーツだけど、今回はマス上げができないせいで F 技が使えないから他のロギアで代用できるのだ。あとは大仏も狙っていきたいのだ。大仏は剣無理に最適のフルーツだし、セカンド、サード C でも活躍できるからね。EXP ブースト使うのを忘れてたのだ。はい、OK。ここからが本番なのだ。さあレベル上げ再開なのだ。今頃コメント欄は僕の応援メッセージで溢れ返っているはずなのだ。ステータスは剣と拳と防御力を上げていくのだ。というか剣以外使わないから他にポイントを振り分ける必要がないのだ。レベル10に到達したから次はジャングルに行くのだ。あれ、まだクエストが残ってるのだ。今度こそジャングルに行くのだ。ボートディーラーから一番安いボートを購入するのだ。今の僕には300円も払う余裕がないのだ。そのうちトレードで速いボートのゲームパスも入手しなくちゃいけないね。はい、到着なのだ。ジャングルでは猿とゴリラを倒していくのだ。ジャングルは思ったよりマップが広いから時間がかかりそうな気がするのだ。あとスタミナ100だと移動が大変なのだ。レベルが15に到達したから次はゴリラを倒しに行くのだ。見聞色がないから攻撃が当たっちゃうし、大仏もないからかなり効率が悪いのだ。早くフルーツが食べたいのだ。あれ、クエストをクリアする前にレベルが20に到達したのだ。さすが EXP ブースト、レベル上げが早すぎるのだ。次はボスのゴリラキングを倒していくのだ。ゴリラキングは特筆して強いわけじゃないけど、今の僕の最大 HP は100しかないから気をつけて戦うのだ。まあ範囲攻撃さえ当たらなければ余裕なんだけどね。あとは走りながら切り続けるだけで勝てるのだ。決して勝てない相手じゃないのだ。はい、勝ち。レベルが5も上がったのだ。ゴリラキングはリスポーンにクールダウンがあるから、あとはゴリラを倒して次の島に行くのだ。はい、クエスト完了なのだ。次は海賊の島に行くのだ。海賊の島にはダークステップがあるけどもちろん購入しないのだ。というかお金がまだ足りないのだ。海賊の島で50レベルを突破することになるからお金はできるだけ温存していくのだ。そもそもあんまりお金使うところがないけどね。はい、到着なのだ。早速50レベルまでレベル上げしていくのだ。はい、一瞬で50レベル到達なのだ。これでフルーツガチャができるようになったのだ。ここまで115分くらい。防御力にステータスを振り分けてないからクエスト1つこなすだけで結構時間がかかるのだ。もう少し上手に振り分けられてたらもっと早くガチャができたかもしれないのだ。でもまあ気を取り直して早速ガチャなのだ。大当たりはロギア、当たりはバラバラ、ダイヤモンドは許容範囲なのだ。どれでもいいから出てほしいのだ。今のところミシカルは本当にいらないのだ。第2世界に行ったらトレードで使えるけどね。それじゃあ記念すべき1回目のガチャ。神様仏様ウゾス様
味が出ろよ。おお。廃棄を取り直してレベル上げ再開なのだ。60レベルに到達したから次は砂漠島に行くのだ。砂漠島からは敵の攻撃が激しくなってくるから、そろそろロギアがないと厳しいのだ。でも当分はまだガチャできないから、今のうちにお金を集めるのだ。砂漠を越したら次は雪山で覇気やスカイジャンプを購入しないといけないからね。ここから先はお金の消費が激しくなるのだ。僕のディスコードサーバーが完成したのだ。参加方法は概要欄をチェック。配布もやってるのだ。レベルが90になったので、次は雪山に来たのだ。まずは洞窟に入ってスカイジャンプを購入するのだ。火器はまだ購入しないのだ。というのも、レベル上げを補助するために、今からアクセサリーを買いに行くからなのだ。火器まで買ったらお金がなくなっちゃうからね。購入完了なのだ。これで移動が比較的楽になったのだ。それじゃあアクセサリーを購入するために海軍本部に向かうのだ。海軍本部に着いたら、まずは穴が開いている岩の柱を探すのだ。上から見ると分かりやすいのだ。見つけたら登って中に入っていくのだ。すると中にアクセサリーを売ってくれる人がいるから話しかけて購入するのだ。5万円で黒いケープが購入できるのだ。購入完了なのだ。このアクセサリーは黒いケープ、低レベルから購入できるそこそこ強いアクセサリーなのだ。かかるバフは体力100増加、ダメージ 5% 追加、エネルギー100増加なのだ。第一世界で使うには十分すぎる性能なのだ。当分はこのアクセサリーにお世話になるのだ。さあ、レベル上げ再開なのだ。次は120レベルを目指していくのだ。雪山は敵の位置がクエストと近いからレベル上げが容易なのだ。お金が2万5000円に到達なのだ。早速覇気を購入するのだ。購入完了なのだ。これでフルーツ以外から受けるダメージが軽減されるのだ。あとロギアの敵も攻撃できるようになったのだ。覇気は敵を攻撃すればするほどレベルが上がるのだ。レベルが上がると防御力も増加するから早めに最大までレベル上げしちゃいたいのだ。そしてダークブレードのマスタリーも50に到達したのだ。これで X 技が使えるようになったのだ。相当レベル上げが楽になるのだ。前回のガチャから2時間が経過したのだ。ということでまたガチャを引いていくのだ。今度こそバラバラかロギアが欲しいのだ。ミシカルは今のところ必要ないのだ。おお、神様仏様ウゾス様、おお。これはかなり当たりなのだ。ダイヤモンドはマスタリー1から変身できて、変身すると全てのダメージを 23% 軽減するし、タップ技で高速移動が可能になるのだ。これは第一世界の相棒が決定したかもしれないのだ。かなり嬉しいのだ。今後はダイヤモンドを活用しながらレベル上げを進めていくのだ。レベル上げを再開するのだ。海軍本部マリンフォートレスにはボスが2体いるんだけど、そのうちの1人である海軍中将はサーバーホップで周回ができるから、これを利用してたくさんレベル上げするのだ。とりあえずボスのクエストが受けられるようになる130レベルまでは地道に頑張るのだ。はい、OK。それじゃあ周回していくのだ。なんでボスを周回していくかというと、雑魚敵を倒すクエストよりもはるかに経験値効率が高いのだ。
通常クエストはおよそ22万経験値なのに対し、ボスクエストは1回で41万経験値もらえるのだ。その上、倒す敵の人数も雑魚敵とは違って1人倒せば済むからね。ボスだからさすがに少し強いのは難点だけど、攻撃が当たらないようにすれば何も問題はないのだ。周回のやり方は簡単。ボスを倒したら右上のボタンを押してサーバーを変更する。たったそれだけなのだ。通常のレベル上げやボス狩りでも使えるスキルだから、みんなも覚えておくといいのだ。ということでレベル175まで周回したのだ。次は天空島なのだ。天空島はレベル150からクエストを受けれるけど、せっかくだから周回でレベルを175まで上げたのだ。そのおかげで最初のクエストはスキップできてるから、天空島の2個目のクエストからレベル上げしていくのだ。でも天空島は敵とクエストの場所が離れてるから早く抜け出したいのだ。はい、天空島終わり。サクサク進んでいくのだ。今度は刑務所に来たのだ。刑務所には雑魚敵とボスが3体いるのだ。ということは周回し放題なのだ。実は刑務所の次の島は闘技場なんだけど、闘技場の敵は数が少ないし位置も離れてるからめちゃめちゃ効率が悪いのだ。だから闘技場はスキップしてマグマ島のクエストが受けれるレベル300までボスの周回をしていくのだ。刑務所のボスは普通に戦えば余裕だけど、何せ僕は今ダークブレードしか使えないから注意が必要なのだ。おかしくなるのだ。あと何回やればいいのだ。もう死にたくないのだ。もう勘弁してなのだ。僕が悪かったのだ。スクロールを引いていくのだ。一応無課金でも5問スクロールならファースト C でエンチャントできるのだ。初回は無料で1個もらえるからね。ダークブレードしか使えない今の僕にはとってもありがたい仕様なのだ。狙うはバンピリックかシャーク回避シエントなのだ。僕にとってはどれでも大当たりなのだ。 PVP 用のエンチャントだけはやめてほしいのだ。アジャイルとバンピリック全然悪くないのだ。アジャイルは技のクールダウンを減少、バンピリックは攻撃したら HP を回復するのだ。どっちもレベル上げに役立つエンチャントなのだ。火山島に来たのだ。ここには雪山にもいた能力を変える NPC がいるのだ。まだ購入していなかったフラッシュステップを買っちゃうのだ。10万円。お金をずっと貯めている僕にとっては破格の値段なのだ。購入完了なのだ。これでまたレベル上げの効率が上がったのだ。レベルが350になったからマグマ帝国を倒せるようになったのだ。マグマ帝国は文字通りマグマの能力を使ってくるから結構強いのだ。攻撃を避けながら慎重に戦うのだ。1回で4レベルも上がったのだ。やっぱりボスの経験値は美味しいのだ。375レベルを突破したのだ。海底都市に行く前にダークブレードを V2 に強化するのだ。強化は全部ファースト C で完結するから初心者でも簡単なのだ。ルイさんみたいに鬼畜じゃないしね。まずは雪山のインドラ県に話しかけて、隠し扉の中のラブレターを読むのだ。場所が分かりにくいからよく探すのだ。次に天空島の青い家の扉を壊して中のラブレターを読むのだ。最後に海軍本部の隠し扉を壊して中に入るのだ。中は簡単な迷路になっていて、壁を壊して先に進んでいくのだ。適当に進んでもすぐゴールにたどり着けるのだ。ゴールのラブレターを読んだらミドルタウンに帰るのだ。最初に話しかけた NPC にもう一度話しかけるとダークブレード V2 獲得なのだ。 V2 は技が2つとも変わっていて、どちらもためができるようになるのと攻撃範囲が広くなるのだ。これでまたレベル上げがやりやすくなったのだ。見た目もめちゃめちゃかっこいいしね。次は海底都市でレベル上げなのだ。海底都市にはボスのフィッシュマン卿がいるのだ。別に特筆して強いわけじゃないけど、こいつは死んだら1回復活してくるから注意なのだ。地味に攻撃範囲も広いしね。
よし、次の島に行くのだ。次の島はまたまた天空島なのだ。天空島来るの何回目なのだ。天空島はこの先575レベルまでお世話になるのだ。ここはまだ普通の天空島だけど、550レベルからはさらに高いところにある天空島に行くからね。南紀にファースト C で一番大きな島なのだ。よし、これで天空島のさらに上に行けるようになったのだ。雲を壊してワークするのだ。さあここでもレベル上げなのだ。とその前に見聞色を購入するためにシャンクスを倒していくのだ。シャンクスを倒すためにはまずパズルをクリアしなきゃいけないのだ。ジャングルの松明を持って砂漠の壁を燃やしてカップを回収してカップに水を溜めてお水を渡して金持ちに話しかけてボスを倒して鍵を入手して隠す扉を開けばシャンクスに会えるのだ。ちなみにシャンクスはクソ雑魚なのだ。これで見聞色が購入できるようになったのだ。見聞色はみんなご存知の通り敵の攻撃を避けれるようになるのだ。価格は75万円、そこそこ高い出費なのだ。でもロギアを使ってない僕にとっては相当大きなバフなのだ。さあどんどんレベル上げなのだ。これで最後の島に行けるのだ。ここまで5時間半、最後まで走り抜くのだ。最後の島、噴水式に来たのだ。噴水式にはハキモチの敵がいるからロギアにとっては最難関の島だけど、ダイヤモンドの僕には関係ないのだ。セカンド C まであと75レベル、一区切りまでもう少し頑張るのだ。700レベル到達なのだ。さあ最後のボスを倒しに刑務所に向かうのだ。最後は刑務所にいる NPC に話しかけて雪山の中にいる青生地氷提督を倒せばセカンド C に行けるのだ。ここまで長かったのだ。気がつけばもう6時間ぶっ通しでプレイしているのだ。ブースト使って6時間だからブーストがなかったらと思うとかなりゾッとするのだ。セカンド C はもっと長くなりそうなのだ。さあ扉は今開かれたのだ。ファースト C の最後のボス青生地と戦っていくのだ。青生地は冷え冷えの身の能力者、攻撃を食らったらスタンが入るから注意して戦うのだ。と言ってもどこまで行ってもファースト C のボスだからはちゃめちゃに強いわけでもないから安心してほしいのだ。まあ700レベルもあれば余裕なのだ。遠距離からチクチクしてれば勝てるしね。 GG なのだ。これでファースト C とはおさらばなのだ。青生地を倒したらミドルタウンの NPC に話しかけに行くのだ。これでついにセカンド C に到達なのだ。ここまで本当に長かったのだ。と言っても全体で見たら3分の1だけど、ファースト C を抜けるまでおよそ6時間半、ダークブレード1本でレベル上げ頑張ったのだ。お疲れ様なのだ。次回からはセカンド C 編スタートなのだ。今後はトレードも取り入れながらサード C を目指していくのだ。とりあえずの目標は大仏の入手だね。セカンド C でもまたレベル上げ頑張るのだ。ということでご視聴ありがとうございましたなのだ。頑張ったずんだもんをねぎらいたい人はチャンネル登録と高評価よろしくなのだ。それじゃあ今日もナイスなグロフルライフを。